というわけで始まりましたぐんぐんチャンネル。始まりましたいいよ、久しぶりのカートークということで、カートークなんかすんのかな、普段したことねえのか。いや、豆腐三昧しよう。一回なんか一回やったっけあるんじゃん。記憶にあんまないんですけど。西海岸行ったあー、そうだそうだ、いやあの動画とかめちちゃ再生されてるからね。マジで本当？森中一生がカゴいっぱいに服を大量にいやそんな履く足2本しかなくてさ、足通す服がさ20着ぐらいあったもんね。あの時めちゃくちゃカゴに入ってたね。めちゃめちゃ入ってた。半端なかっおもろかった。た。やばかった。でですね、今回はですね、お題がありまして、スケボーの恐怖心のなんていうの、克服方法っていうのかな。まあ多分オーリー始めた人は物飛びの恐怖心もあるだろうし、できる人は今度ステアを飛ぶ、ハンドレール入るとか、あるじゃん。R でドロップインするって言ったってさ、恐怖心と戦うわけじゃん。確かにね。そう、最初の頃どうかったもんね。そう、最初のそのどういう風に克服してったかみたいな話かなっていうのを聞いていこうかなと。じゃあ俺から言おうかな。OK、じゃあ first 俺から言っとこうかな。俺のスケボーの恐怖心の超え方は、一番いいのはスピード、スピードを出しちゃう。とにかく突っ込んじゃうっていう言い方がいいのか、物飛びとかはとにかくスピード出しちゃえばいいんじゃないかなっていう。なるほど。そう、それが怖かったらどうする？スピードが怖かったらそれはさ、ある程度なんていうの、スピード出し慣れるところまではさ、フラットでできるわけじゃん。フルプッシュでこうガーってオーリーする。でもさ、フルプッシュにまず慣れるっていうのは結構大事かなって思ってて、でスピード出すのがまあ怖いっていう人はまず出すところからダウンヒルでも一回やってもらって、でステアとかはなんて言うんだろう、イメージをめっちゃ作るかな。まあ一回叩いちゃえば間違いなく克服はできるんじゃないかなっていう。一回そのステアでも飛んじゃえば、あ、こういう感じね、あ、スピードもっとつけた方がいいなとか、多分イメージが湧くから、確かにそれでちょっとずつやるのが一番いいよね。最初から10段飛べるとかはさ、100% 恐怖心が勝っちゃうからできないけど、まあちょっとずつな、ちっちゃいやつからやっていくのがいいよな、絶対。そういきなりやっても、まあ俺は恐怖心の克服方法はスピードとかでごまかしてイメージをつかみに行くっていうのが多分自分の意見かな。多分それが分かる。俺も突っ込む時あるもん。とりあえずもう分かんないならとりあえず突っ込むしかねえっていう時もある。そう、一回突っ込んでみるみたいな。そう、とりあえず突っ込んでみてみて、あ、なるほどねみたいな。けどひたすら突っ込むとよくないけどね。まあ体ボロボロなりそうやもん。そう、さじ加減はいるけどね。闇雲にやるっていうよりは、ある程度イメージをした段階でとりあえず突っ込むって感じでしょ。まあね、イメージ一番大事だもんね。俺なんか突っ込めへんタイプやねん。あ、そう。一切着実だよね。俺結構なんかメイクに向けて合わすって感じやな。どっちかっつうと。確かに。俺なんかいきなり、結構俺ビビリやからいきなり突っ込んでとか、ちょっとなんか無理なタイプやね。なんか合わしていくって感じ。なるほどね。あ、もう合わせて地道にこう。地道に。一番正解だよね。メイク率が高いのそっちだと思う。メイク率は怪我せえへんな、やっぱり。そう、確かにね。突っ込むっていうよりかは結構ちゃんといけるってなった時にしっかり乗るって感じ。結局乗れなきゃ意味ないから、同じ技でもさ、やっぱ今になって思うことね、俺結構昔食わず嫌いみたいな感じだったの、もう映像でここで一回やったから、次のスポットでじゃあステアでじゃあフリップを乗ったからバックサイドフリップ狙おうっつって、けどとりあえず乗れるものからひたすらやっていくとさ、別にそこで映像別に同じカットになったろうがさ、関係ないじゃん。もう乗ったっていう実績がつくじゃん、自信が。そうだね。だから結局そういうちりつもだよね。だって結局バックサイドフリップ乗れなくたとしてもさ、だんだん高さが出て結構もう自信があるってなったらさ、どっかでスポットに出会うじゃん絶対。そうだね。でそれはたまにサボってるの。なるほどね。出会った時にね。そうで、俺はそれでいつも思うのが、あ、やっとけばよかったってなるからちょっと気をつけようって感じなんだけど、もう関係なくとりあえずやった方が意味はあるね。まあそうだね。動いて。俺でもね、ちょっとね、その余談っていうか思い出したけど、
友達と一緒に煽りながらスケボーするっていうのも大事だとすげえ思ってる。俺それすごい大事だと。それいいな。同じレベルの子たちでやったことない技を練習したりとか、一緒にね。そう、俺できるできないでしょ、俺もできない、みんなでやろうよっつって、とりあえずやってみようよ。そうそうそう。飲み物かけ合ったり。まあ大人になると酒ばっかかけるんですけど高め合って、そう高め合いながらスケボーすると危ないこけ方とかさ、まあもちろんグリッチョしたりもするだろうけど、恐怖心っていうところに関してはある種克服しやすい方法の一つなのかなっていう気はめっちゃする。意外といけるって思うからね、そのみんなでやってると。そうそうそう、やれば怖くない。そうそうだし、何かあったとしてもさ助けてくれるじゃん。確かに。もし仮にグリッチョしちゃったりとかさ、大怪我してもさ氷買ってきてくれたりとかさ、ね、確かにどうにか手助けしてくれる。だからなんかそういう意味では友達と一緒に煽りながらって表現は正しいのかどうかはあれだけど切磋琢磨してスケボーするっていうまあね、高め合う、ね、そう高め合いながらやると、まあ上手い下手関係なくね、確かに突っ込めるっつって。そう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 、自分のできる範囲でね。そうそうそう、まあ自分の上げ方自分で知るのがいいかもな。ね、確かにやっぱ一緒にやってくれる人が一人いるとさ全然違う。全然違うじゃん。そう俺も行くってなる。そう7段とか一緒にやったら怖くないな、ステアとか。友達俺じゃないけどさ地味連大事やな、ステアとかはまあとりあえずフラットがまず綺麗に完璧に乗れな、まあそうだね、ステアで乗るってことは結構難しいから、むずいね。まずフラットでキャッチできるようにして、そっから段差降りる練習して、で次2段やって3段やってみたいな、ちょっとずつ高さ上げてって、で自信ついてでかいやつやるって感じ。そうだね、乗りに行ったら絶対に乗れるって自信つければ、確かにもうメイクするの早いよ。確かにね。結局地道なレベルそうですね、慣れちょっとずつレベルアップしていかないとって感じですね。やっぱり慣れだね。慣れてくんもんな。そうだね。で続けないとその慣れもなくなっちゃうんだよね。そう間開けると怖い。そう、うん。今ハンドレール入れって言ったら入れる。いや俺昔みたいに入れないもん。だってやってないから、その下りのハンドレールを。まあちょっとずつ練習していったらできるやろ。でも思い出すやろ。そう、それを思い出していくから結局はもうそこを戻さないとダメだよね。そういうことだよね。間が空いてやらなくなるとまた一回白紙に戻される感じ。振り出しで分かってんだけど気持ちが白紙みたいな。わかる。できるイメージはあんねんけどみたいな。そうまたやってないからそう戦わないといけない。ちょっとビビりが勝つっていうおーみたいな。弾けてるんだけど板すっぽかしに行くみたいな、そうそういうイメージそうなんだよね。どの技もそうだよね。結局やり続けたら信頼があるから余分なこと考えないみたいな。そうやらなくなるとちょっとどうだったんだろだ、うなあれみたいな。もう一回ちょっと出会わなきゃいけない。やり直さなきゃ。そうやり直しみたいな。信頼と実績やな。一言で言ったら名言にね。信頼と実績。どんだけこの技を取り組んできたかっていうのと、信頼できるやんね。スケボーに対する信頼とそうそうスケボーでしてきた実績と、この技こんだけ着地してきたからもう絶対できるやろっていう自信だけちゃう。そうね。まあそういう時にたまにこう苦戦したりもあるしね、実際ねやってみたらそういう苦戦引きしたりと際が分かるからかね、そうそうそう、なんか苦戦したりとか乗り越えてできてくるみたいな感じで、なるほど。何回か苦戦して諦めたりとかもするけどまたやってみたいな。なるほしかもその時の波もあるからやり続けたら引き際も分かるじゃん。ど。そうだね。あ、ちょっと違うかもみたいな。そしたら違うところでまた違うことやるとかって、そういういろんなやり方、動きのシフトもできるよね。なんかいろいろやっていくと。確かに大事だね。まあこんなもんですかね。はい。というわけで今日のおしゃべりは以上になります。21分も喋りました。お、意外と編集が編集は字幕しか入れません。いつも通りの感じで、ゆるーくドライブトークで。はい、ドライブトーク